細工ありがとうございます。どうぞ中の券売機の方で食券購入お願いします。朝一のお客さんなんかは券売機で食券買ったらもうそれこそ1分以内には必ず出すつもりで、やっぱりテイクアウトだけ美味しくなるんで、その味がお客さんが食べる時にピークに来るように。ラーメンがめちゃくちゃ美味しい。ありがとうございました。固め、こって多め。やっぱり楽しいですよ。もうやっぱりこれだけのお客さんが喜んでくれるっていうのは本当幸せです。寸胴が10本で、こうスープなんか3日炊くんやけど、1日目骨入れて、また2日目も入れて、3日目も入れてって、毎日足していって2、3時間かけて砕いていく作業になるんだけど、これが朝時間かかって、まあでもこれが美味しさの秘訣なんで、少しずつずっと2、3時間これを続けて、焦げたらダメになるんで、ずっと混ぜ続けなんですよ。これであともう5分おきぐらいにずっと混ぜて、もうつきっきりになります。これからは一回砕いてしまったらもう焦げるんで、こう寸胴の囲いなんかもこれ手作りで作っとるけん火力が高いんで、普通より。これドラム缶切ってみんなで友達が作ってくれて、こう白濁してこうとろみまで出すためにはやっぱりできるだけ強火。脊髄の方まで塩用に出してしまって、アクを全部取り除いて、臭い豚骨は僕自分自身が嫌いやけん、丁寧に作業してアクも全部取り除いてから炊き始めるんで、ちょっと時間かかるから。お昼がバタバタするんで仕込みが一切できないんで、夜仕込みになるけん、その間もずっと炊き続けで、うちのスープは臭みが多分全くないと思う。こういうアク取ったりこういう作業を徹底しとって、甘みのあるスープ、豚骨醤油になるんだけど、醤油なんかも極力味が出ないようにして、とにかくスープを味わってもらう。今入れてるガラなんかはこれ半日で捨てる、当日使うスープに2日3日炊いた味じゃない新しい骨とか鶏の味を出して、最後に口当たりを良くする。このカウンターなんかも全部自分でニス塗ったりして、このテーブルなんかも、あと座敷の一番板も一生懸命削ったんで、厨房の床作る時のコンクリート張る時からもう少しでもお金削らないから。表の看板もお金全くかけてないんですよ。ただ真っ白にしてこのぐらいの小さな名前入れてるだけで。本当に真っ白なのかなと思ったら小さく書いてあるわけですね。逆に目立つじゃないですか。何にも書いてない真っ白の看板で一番お金をかけずに逆に目立つかなと思って外観とかにお金かけてもしゃあないけん、ね、それやったら材料代やもうできるサービスにお金かけた方がええと思うんで、そういうのにはお金一切かけずに、もうできることは全部材料代に盛り込みますもう全く休みがないけ、うち連休なんか取るんですよね、10連休とかを。その時にやっと休めるけん、大体普段も休みっていうのは
3ヶ月に1回それがやっと取れるかなんで、基本的に毎日店に入って仕事してます。16、7時間ぐらい今は。ちょっと前ぐらいはひどくて20時間以上働いて、本当睡眠が1時間とかでやってたけど、もうさすがに体が持たなくなって、もうできるならいくらでもしたいんですけどね。やっぱり手加えるだけ美味しくなるんで、自分が時間かけてやるのはただやけ、朝早く出てきて夜遅くまでやるもう美味しいのができりゃそれでいいからね。全て朝やるようにして、でとにかく出来たてをっていうんで朝やってます。こんなの全部うちの仕込みは1日分ずつしかしないんで、日をまたぐっていうのは美味しくないんで。夜炊いて朝までこう余熱で、低温調理じゃないんだけどそれに近い、こうスープに入れて食べる時にはホロホロになるように、これ1日分なんですけどね。とにかく全部毎日その日の分だけ作る。寸胴はこう毎日。そうですね、毎日ですね。最終的に共鳴を目指したんですけどね、このタイプだけで鏡みたいに。もうどの作業ももう火の加減だけですからね。やっぱりその味がお客さんが食べる時にピークに来るように、頭は先入れてとか、げんこつはその次に入って、どのタイミングで一番美味しい状態を出すかいうので、もう全部時間を分けて。今もう50やけん、あと言うたら15年ぐらいしか仕事できないでしょ。ならもう仕事に没頭してもいいかなと思って。もう遊ぶのは若い時に十分遊んだから。じゃあ本当仕事一筋というか。そうですね、もう何の遊びも今休みの時にちょっと釣りするぐらいで。釣りがお好きなんですか？釣りが好きです。もう連休なんか取ったら釣りに出かけるぐらいです。最初朝一のお客さんなんかは券売機で食券買ったらもうそれこそ1分以内には必ず出すつもりでやって、途中のお客さんもまあ並びが2、30人だったら10分15分では入って食べれるような状態にするようにっていう、待たせない仕事をしようと思って。提供するスピードだったりっていうのは意識される？はもう
ものすごく意識してます。もうとにかく待たしたくないんで、だからもう最初店開けたらほぼほぼ常連さんなんですよ。じゃあ一番乗りでお店に来ようと思ったらはい何時ぐらいに並ぶの？今来てますよ。早い時だったら15分ぐらいから来るよね。今日なんかだったら9時やったけど、まあ日によるんですけどね。9時からでも相当早まあ2いですね。時間待ちますからね。もうありがたいことに本当に毎週必ずこう来てくれて、多い人なんかは週に4回ぐらい来てくれたりして、まあ常連さんがとにかく多いです。大事にしてもらってます。お店は何時ぐらいから来られてたんでしたか？ 9時ぐらいからいろんなラーメン屋行ったけど一番今平気でラーメン、ここが自分の中では一番。無理。大体仕上がりました。ほぼほぼというか毎日完売で、3本だったらもう全然持たなくて、これ以上の設備もなかなかね、まだ今のところ準備できてないんで、もうこれだけしかない。もう売り切ったら終わり。一番最初始めた時はラーメン黒だけで始めて、黒の方が、焦がしにんにくの黒マー油の修行先なんかでもやっぱりこれはもう秘密なんで教えてもらえないもんなんですけど、完全に自分で考えたオリジナルの黒マー油なんですけど、それからまあ自分の好みで白の方が鶏の油を使ったラーメンなんだけど、自分が好きで食べたかったから後で追加して作ったもんなんで、白の方なんかに関しては鶏油、鶏の油なんだけど、このスープに入れてこの鶏油を作るから、豚骨の油と鶏の油をちょっと、ブレンドというか混ざって美味しい油ができるようにっていうんで。多かったら大体朝100人ぐらい並んでくれますね。回ってこう来てそっちまで、ひどい時だったらあっちの敷地の外まで出たりして。黒。誰？誰？よ誰や。毎回ご本当があるだろ。
営業始まる時にこれで新しいスープをドバッと入れてちょうどいいように合わせてるんで。お財布ありがとうございます。どうぞ中の券売機の方で食券購入お願いします。ようこそいらっしゃいませ。ようこそいらっしゃいませ。すみません、頭の上にトレーだけかけますね。どうもお待たせしました。どうぞいらっしゃいませ。どうぞいらっしゃいませ。お待たせしました。どうぞいらっしゃいませ。ありがとうございます。チャーシューのバリ多めで。はい、どうぞお待たせしました。どうぞいらっしゃいませ。ネギ茶黒、肩多め濃いめ、明日は白2つ。どうぞ。どうぞいらっしゃいませ。ありがとうございます。どうぞいらっしゃいませ。ありがとうございます。8番さん、バリ。バリ。いらっしゃいませ。どうぞいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。その鳥皿はその鳥皿。ベッキーどうぞ。バリってバリ。どうぞいらっしゃいませ。片目1番。はい。1番さんのバリに濃いめのり玉。濃いめのり玉。はい。はい。どうもいつもすみません。早くからありがとうございました。またお待ちしてます。どうもいつもすみません。早くからありがとうございました。ありがとうございました。またお待ちしてます。すみません、お待たせしました。2名様、どうぞ、マナボタン数で食券の購入お願いします。ようこそいらっしゃいませ。応答も2名様。とにかく来てくれるお客さんはありがたいんで、一人一人をみんなで大事にしようっていう。バリからはいよ。早くからありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。梅のり玉3番。きちんと銘柄指定で年間契約して、ね、お米もそうだし骨なんかも県内産の骨、豚なんかも全部全て県内産で、10月から使うチャーシューなんかも、県内産のブランドの豚、肩ロースを使うようにして、
もう地産地消ね、やっぱりせっかく地元に帰ってきたんで。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。どうも早くからありがとうございました。4番固め7枚はい5番バリはい反対4番3肩バリ5番この水田商店で始めたのが36ぐらいやけあ15年前じゃん、東京で蒲田で最初営業始めて4年か5年ぐらい東京で営業してそしてこっちに帰ってきて新たにまた始めてどうしてこの場所で？別のとこで小さいとこでやってたんだけどコロナ禍でその時が狭い店でもうずっと毎日行列になるけん営業できなくてでもうこれじゃいかんっていうんでこう大きい店で駐車場も取れるとこがええな思ってこう広めに取ってでコロナ対策でここに移動したいう形で地元の食材で営業したいと思ってで東京辞めてこう地元に帰ってきて今で30年余りはずっとラーメンやってる豚骨だけど別にこうどこの豚骨っていうんじゃなくてもう全て自分の思った通りの作り方でできるんでどうして豚骨ラーメンだったんですか？この豚骨のお店で修行したんですけど一番こう自分に合ってるかなと思ってこういうラーメンになりました。自分の好きなラーメンがたまたま。もう好きなもんしか作らんけどうもいつもありがとうございます。ありがとうございました針金に片目78濃いめ3番先片付けて、78片玉両方一緒678粉濃いめ玉ありがとうございました。豚骨ラーメンって油が多いけ油をもう極力減らしてから最後まで飲めるスープに作りたくて56バリーはいありがとうございますどうもありがとうございます。3回一気に行って2枚分は
だ56。後ろから失礼します。ラーメン黒のはるかね味が濃いめになります。最初バリからありがとうございま後ろから失礼します。替え玉バリカタになります。ごゆっくりどうぞ。失礼いたします。お待たせいたしました。替え玉固めになります。ごゆっくりどうぞ。替え玉が1回無料ってはいはいあれだと思うんですけど、あちらはどうして？それをね本当はまあ最初オープン3日ぐらいやろうかなーってスタートしたんだけど、まあお客さんも喜んでくれるし、まあなんとなくで10年続いてますこのまま。どうぞ。両方固め、濃いめ多め。替え玉バリカタ針金玉5番。いらっしゃいませ。ありがね玉56。パスタ。いきます。針金普通です。針金ップ。はい。お願いします。どうもありがとうございました。ほな、肩に2番。肩に1番。どうぞいらっしゃいませ。どうぞいらっしゃいませ。はいよ。1に肩玉。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。大変お待たせしました。またよろしくお願いします。2番さんご飯中です。いらっしゃいませ。 3番さん2の
濃いめ多め玉、2番。失礼します。チャーシューの一番のカニ玉、濃いめ味玉トッピングでございます。肩濃いめ多め。黒濃いめ多め。1番。すみません、お待たせしました。2番。金バリー。バリか。横田参り3番。4番片玉。普通玉のり玉。すいません、お取り返します。普通5番。濃いめカンカンさん。いいがね多め3番。片目3番。ありがねで。ありがね。ありがね。78バリ。はい。78。すみません、横から失礼します。どうぞ。はい、どうぞ。バリー。どうぞいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。兄さん5番受けで。
いつもすいません。どうもありがとうございます。両方肩濃いめ多め玉ね。5番これネギラーメン。いやだっていつもと違う状態。結構お店にはよく来られるんですか？結構来ますけど、週1ぐらいかな。なんかお店の気に入ってるところとか。大将が元気なのと、あとお店の雰囲気もいい上に、ラーメンがめちゃくちゃ美味しい。めちゃめちゃうまい。とにかく毎日ここに立って全てのラーメンを僕が作ってお客さんに提供するっていうのがもうずっとのスタイルなんで。どうもありがとうございます。針金です。ありがとう。粉玉4番。針金濃いめ玉。針濃いめ玉。ほな。どうもありがとうございます。はい、3番さんご飯小です。すいません。ください。ありがとうございました。ありがとうございます。どうぞまたお願いします。針金のり玉1番。針金濃いめのり玉1番。ありがとうございます。ラーメンのお味はいかがですか？すごく美味しいです。最高です。どうぞいらっしゃいませ。すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。パンタ78片玉。2番両方固め。チャーシューの肉の固めになります。ありがとうございます。今日はどうしてお店に来られたんですか？ちょっと気になったので、いつも並んでるから。そう、この前来ようと思ったら定休日やので、これ買って。
なんか硬さが選べて替え玉何にしようかなって感じです食べてもないのでラーメンの味はいかがですか？美味しいです。そんだけ白はいかがですか？白も濃厚で麺にもなんかしっかり味がついてるそれですごい美味しい水田さんはどんな方ですか？みんなの中心にはおったんですけど、それぞれの道があったけん、ここではやれてないんですけどね。昔自分で作れた餃子もうまかったし、焼き飯もうまかったし、なんせこだわってうまかったんですよ、なんでも。作れるものは自分で作りたいみたいな、自分から自らしんどい方ばっかり選ぶけん。1日寝かすっていうのが大事なことなんで、麺の状態が全く違うんですよ、出来たてで食べるのと。人は違うんですけどここは毎日今がもうこの設備でちゃんと営業してもやっぱり3時ぐらいに終わってしまうんでね、それをやっぱり設備と人をきちんと増やして、で夜もまずは夜も営業して、つけ麺なんかも東京の時はやってて、それをとりあえずつけ麺まではやりたいですね。営業時間延ばして、まあ一つメニュー増やすぐらいで、あまり増やすのは好きじゃないから。なんかこうずっと続けてこれた理由というか、まあもうやっぱり始めたきっかけっていうよりはなんかやっぱりこんなのは好きなんだと思うんですよね。ものづくりがやっぱり好きだから、結局外のカウンターやテーブル作ったのと一緒で、この地味にこのスープでも黙々とやるのが多分好きなんだと思う。まあ合ってるんでしょうね。まあ縛りがない、自分で思ったことができるようなのが一番いいですね。この仕事楽しいですか？やっぱり楽しいですよ。もうやっぱりこれだけのお客さんが喜んでくれるっていうのは本当幸せです。だって本当一時お客さんがいない時なんか思ってたら本当にただただ幸せで。今日はありがとうございました。ありがとうございます。
美味しいね。おいしいです。食事そのものはね、家庭的でね、奇抜なものないけどね、いいよ、それがすごい。上にはどういった具材が乗ってるんですか？そぼろに枝豆と錦糸卵としいたけ、白アナゴだね、これはね。このエビを入れるんよ。エビも。うん。これ全部仕出し。自分のところで漬け込んだ照り焼きチキン。そう、昨日の晩に漬け込んで、で、朝焼いて。このチキンは仕出しだけ。うどんそばだけ。卵は1日何個分ぐらい？ 20個分ぐらい使うかなって感じ。お客さんが多かったら使い切ります。やっぱり卵焼きが一番多い。そうですね。
かつお昆布のこの2種類だけ。いりこを使われない理由っていうのは？商売関係だからいりこ使うとどうしても香りが強い。例えばこれですき焼きとか肉じゃがとかも炊いていってほんならもうこの2種類だけで。鶏胸が辛味ソーセージ、香味漬け。ここに来たってもう20年。その前はね、魚屋さんのお手伝いですよ。時間は遅くてもいいけん。一手間かけたら美味しいなるから。お客さんが美味しいって言うてくれるのをしなさいって言うよね。骨の背中をハサミで取ったらお客さんが口当たりが良くなっていいけん一手間やけどそれしなさいとかって教えてくれてね、それを言うてくれよったから。何十年勤めた人多いんです。家族的な雰囲気があってね。で、私はね、これ2回手術しとんですよ。10年前に経費3万円をって、で、もう働けん思ったら雇ってくれて、ずっと続けてるの。お刺身不要だけどね。これなんかはもう40年。ここはこれは魚をさばき始めて大体どのくらいになるんですか35年ぐらいやな。お店始める前まではね、食品の問屋さんしようと。日配商品ってね、うどんとか豆腐、こんにゃく、そういう商品分の専門の問屋をしようと。これ41歳の時に競合がいっぱい出てきたもんでね、やめて続けしようかと。ご自身で市場に行って買い付けにっていうお話伺ったんですけど、川原図魚市場いうところがあるんで、そこに買い出しに行って四季の商品が出てくるから、その出てくる商材で看板に書いてある旬の食材を使った
商品を提供するっていうことでしてるから美味しいとかよく超えてるとか、まあそういうのを選んで入札してるっていうことですね。お店の名前は由来というかあったりするんですか？ご飯屋さんの方がストレートでお客さんにも知ってもらえようと思って、姉ちゃんもうあれでいくわ、昆布。お願いします。汚い側に変える。K2や。
2番ね。いらっしゃいませ。はい。
はいどうぞ。中ご飯お願いします。はい。お願いします。あ、3番さん。お米も美味しいよこれ。いろいろおかずがあるので楽しくなっちゃいました。料理のお味はいかがですか？美味しいです。ご飯も美味しい。ご飯めちゃ新米ですかこれ？青節開けてとか食べて。お腹いっぱいです。ご飯がとっても美味しかったです。お米はどこ産を使われてるとか、県内の。町内前言うんだけど、本谷温泉っていうね、そこの山のお米を、そこの商品がなくなったら、新潟、富山のコシヒカリをフィッチ。ご飯やなさらにご飯まずかったら、ご飯に関してはまあこだわっております。お米は1日どのくらい使われるんですか？平日白米で30キロから60キロ。一番多い時言うたらやっぱり120キロぐらいかな。120キロ。醤油ラーメン一つ。はい。醤油ラーメンは。はい。はい、お願いします。はい。はい、どうぞ。はい。これははい、わかめうどんね。わかめうどん。瀬戸内海のエビ使ってかき揚げにした玉ねぎと一緒。はい、ごゆっくりどうぞ。お店の好きなメニューとか。卵や。待てよ。これ一緒のとこ？多分7番さん。7番さん。
はい。ありがとうございます。あ、そうですね。はい、大丈夫でしょう。はい、はい、はい。はい、はい、どうぞ。粘りがいきますよ。持ち帰りね。はい。レバニラです。レバニラの持ち帰りです。はい。野菜炒めとご飯の牛とカツ丼と味噌汁。はい、わかりました。5種の持ちます。ワークさんは味噌汁が来ます。お願いします。カツ丼。体重。カツ丼は味噌汁。この体重がネギなんだよ。はい。あ、なんだ。お店にはよく来られるんですか？週1ぐらいかな。食事そのものはね、家庭的でね、奇抜なものないけどね、すごい口に合うものね、美味しいよ、それがすごい。店員の人も優しいしね、いろいろしてくれるけんね。定休ぐらいは必ず出勤してくれる。そうね、もう10年以上、365日、このお休み以外は必ず、やっぱり社長、料理も味もそうだけど、雰囲気とか、こちらのその、立ち見、逆に作ってくれるメニューにないん。お父さんはどのくらいお店には通われてるんですか？ここできてから。今日は何を頼まれたんですか？冷えカツ、美味しいね。もうこれきり早く言おんねん。半年ぐらい。もう食べてね、気に入ったらこれきり。どうやかな。
はそうなんです。リスクはしなくていいやろ。はい、お待たせしました。野菜炒めです。メニューの数でいうと何種類ぐらいあるんですか200種類ぐらいは作るな。？200種類ですか？うん、まあ、出てくるね。まあ人気なのはもう魚で言ったらムサバとか、肉系だとやっぱ焼肉と一番多いのは野菜炒め。もやし太郎も結構人気が、キャベツともやしを炒めた、まあ、お好み焼きに近いような感じの、まあ、料理かな。太郎と花子がいるんですね。これは豆板醤を使ってちょっと辛口女子をイメージした、まあ、これ社長が決めた命名というか名付けたけ。どうして太郎と花子だったんですか？もやしですって言ったら面白ないじゃない。太郎くんをつけたらもうちょっともやしの反則を紹介して、それで花子に考えて。コロッケは特徴とかあったりされますか？伊予美人っていうこうねっちょりしとるこの辺の独特の里芋やから、それを生かして味はちょっと甘めに変えて仕上げている。歯ごたえがちょっとあったんですけど、鶏ミンチとレンコンを足して、まあ、歯ごたえちょっとつけて、芋炊きっていう伝統の料理である。その鍋には、里芋とその鶏肉を、里芋と鶏肉合うってことで里芋と鶏ミンチで芋炊きからちょっとこう着想を得てというか、そうアイデアを得て作ったコロッケ。あれを食べたいって言ってくるからお客さんが。だからそれをあんまり避けていくのもどうかなっていうのもあって、本当に毎日来てそれだけしか食べないお客さんっていうのもおるし、だからやっぱ1割2割ぐらいはシーズンで買いつつ、あとはもう定番化してしまう。じゃあお客さんとのつながりとか大事にされてることってそうね、何回もこう人気とあるようにと思って地域の人に可愛がってつけてるんです。昔からやるよね。何年ぐらいお店は32年。大方の人がね、遊ぶ部屋やね、どっちか言ったら。友達がいっぱいおるんや、おばさん。楽しいことばっかり。もう幸せいっぱい。ここからで踊るよ、みこちゃん。一番右がみこちゃん。このコーヒーカップからこんなんも一個も買うたことないよ。全部いただきも。全部よ。みんながこうやってね、持ってきてくれるの。でもね、もう粗末にせんきこんなんでもね、こうやって花入れたりね、こうやってするけん。常連さんが何組かおるんよ。その人らだけでもね、みんなで楽しい生きていけれるぐらい。うん。きっかけは何かあったんですか？子供がやばし学校行きたい言うんでね、牛乳配達したりヤクルト配ったりタオルの方縫ったりね、こうそんなことしかしてなかったね。大学行くんやったらそれぐらいやったらやれぬくいけんね、挑戦で店やってみようかな思ってね、焼き鳥屋さんがして取る鉄板を拾ってきてね、32年使うよ。何も買わずに店しだいた。
もうこんなもんみんなもらえ、テーブルももうみんなもらえ、もうみんなに。お店を始められる前までは何を、おじいさんとおばあさんにおった。20歳で結婚してね、ずーっと親と一緒におった。大変やった。これが家なんよ、うちの。これが家。でね、ここからね、ここから出たら気持ちええよ、兄ちゃん。ここからこうやって。ここからね、この浜見て、この島が見えるよ、これ。ね、いい感じやろ。これはね、カレー粉ちょっと入れるね、カレー粉。やっぱしおしっかり感じを見てね。よく入れるんよ。よいしょ。で、よいしょ。もうね、2個ずつ入れよったんやけどね、今日から1個ずつ一応書いてよったんよ。もう何もかキャベツもみんな上がってきたけんね。1ヶ月1万円違うけんね、そうやってしたら。キャベツがもうすごい高い。248円。これ、ちょっと大きかったら300円余る。これ多摩川の卵。多摩川でね、本当に海立ち。買うてきてくれる友達が。その日に運断を買ってきてくれる。ありがたかろ。みんなが助けてくれるの。これだけは全部売れたらね、1日ね、よけ売れた方。これだけ売れたらね、もう終わりっていう感じ、1日が。売れんかったらあいとんよ。これだけとあれだけ売れたらね、もう要せん。足が痛い。家とこのお肉屋さんの会よ。筒井さん言うてね、家お肉屋さんの会よ。綺麗な肉やろ。これ今冷凍やけんね、ちょっと外に出た方が色がようなるけどね。私も来たんやけどね、キャベツは切ってないしの。ああ、車はないしね。切った切っとった。すいません。まだ休みやったけど、早いんやっとこは。いらっしゃい。こんにちは。こんにちは。全員食べてた。全部食べあ、よかったね。ね、ほんとうちはパーティーね、学校も出ないっていうわけじゃないのにね。リーゴちゃん、本当の年は77歳。三宅さんだからそれもいけやつも新聞抜くかでね。あら、そう。 15日ぐらい取ったやつなんか。これ。ほうほう。前からほんなら形もしたよね。バトルが良かったよ、ライ多分。
私が見に行くやだから危ない危ない。一日中ばかり朝から朝からもう一日中よ。ねえ、私もいつもそうやって生きとるよ。お母さん長い。32年。32年か。昔は5、60しかなかったやなかろうか。13年かかったんよ。そこまで諦めずに。お母さんの息子よ。すごいね。で13年目で通ってね。だけど嫁さんの親が全部出してくれてね。12回すべて。そんだけ何かね精神的に続くのがすごいなんかほんで3人で何やとお金400万ぐらい。あれ今年1月。見方も仕方も知らないね。あなた殺しに行くって書いてあったで分かった。単身無理でこっち来るけどね。いや、ただね、する気にならんけん、失敗せいで。これがまた何や。はい、出来ましたよ。はい、海苔つけてください。はい。あ、このままでいい。はい。お母さんいただきます。はい、どうぞ。ごめん。ごめんね。今日はね、そば入りもだ。美味しいですよ。この麺食べやすいですよね。もうバッチリでした。座らず。もう刺身食べたんやけど。お好み焼き一つ焼いとってくれる？焼くわ、私。ひなが取りに来るけん。わかったわ。焼くわ。こういうのって。いいよ。いいよ。どんな方ですか、みーこちゃんって。賑やかだね。面白いよ。焼きそばも美味しいしね。お好み焼きはない。いい？はい。はい、どうぞ。はい、できたよ。ありがとう。はい、できたよ。海苔つけ。はい。今日はそれはお持ち帰り。家が近いんで、あこのお皿に乗せてもらってます。いつも。お好み焼きです。湘南では本当に人気の商品なんですけど、いつも本当に味が変わらなくて美味しいなっては思ってます。はい。いらっしゃい。はい、右ないな。そうぐらいやね。そうぐらい。そういうことなんや。はい。
うちのワンコがね診察に今見てもらってるんですよ。ぐるぐる回ってて、あ、いい雰囲気だなと思ってうまかったです。多分通院することになるんでお昼はここではい、いらっしゃい。待ってよ、まだ今から焼きよるけどね。はい。分かった。はい。食べれた？全部。よかった。お店にはよくお持ち帰りで来られるんですか？お好み焼きも美味しいんやけどね、今日は焼きそば。もうみこちゃんとこは昔からね、味が変わらんで美味しいんよ。もう長い付き合いやわ。あ、それタレがね。え？うん。お姉ちゃんすまんけど。はいどうぞ。よいしょ。お兄ちゃんどうぞ。はい、のり付けね。はい、50万両。おいしい。猫もええ仕事しとるね、みこちゃん。お好み焼きは3つと、スーパーまで帰るの。はい、ありがとう。はい。昨日スノボ行ってね、大変なことになってて。ロケの匂い嗅ぎつけたね、じっと綺麗な。なんでもええわ、これでもスカウトも来るんじゃないけん、まあ、今後のおばさんでも行けるとこや。男ができ。まあね、お客さんが朝から来とったんよ。3人来て、また種類が違うんよね。カオルさんとこはジャガードで、折って文字入れる。ファイルで柄出したの、カオルさんとこは。あら、そうなん。わかる？みんなで聞けと、ああ、ほうでほうで。大丈夫いいか。撮影に来とるけん、モダン焼きでもあったら食べるんだじゃ、紹介。食べれるんだ。中入ったりか。ちょっと様子伺いに。ほんなら、もろとこうか。何でもあげるよ言うて。なんぼ？
かけすぎた、ごめん。家何おじゃまもう本当どれだけ嬉しいやらからもう本当山のように嬉しい。ありがとう。6月の6月14日。おいしい。うん。変わらぬ味。お店にはよく来られるんですか？くるくる、来ない週はないよね。仲良し友達やから何時間もいるよね、コーヒー飲んでね。何日も。そうよ。もうそれはちょっともうバーや俺が生き生きなことでね、一生懸命やるようになりました。たまによる常連さんがね、そういうふうなんで間違って気持ちもあったよ。大一郎君やろ。丸君の大将がアレンジして。丸君の大将も友達や。きれいなんてね、いつも直してね。よかったんやけど。まあね。すごいな。名前選んでくれて、名付けの親なんで。旦那さんがタイ釣ってくるけん、鯛めしもしよった。鯛めしもパックで売ったりとかして。250円で売れたんよ、パック。釣ってくるけん、ただやけん。やけんもう。美味しい。本当ありがとう。また可能したいか。そうやね。大浦に。丘と青梅の境目のこの鉄板に味がついとるけん、この鉄板から味が出るような気がするんよ。はいけん、もうこの鉄板は貴重って思ってね、買えんの。絵的に寂しいね、モダン焼きそばとかあるのがいっぱい。お父さんにちょうど50円30円。今日から卵が一つ入れて。悪かったね、卵に。キャベツもこの間テレビ三つ浜焼き、その松山のおばちゃん、食べたらここの半分やったからね。よく来るけど初めて来たお客さんとかはもうすごいめっちゃ大きいねってお腹いっぱいとか言って帰るお客さんがほとんどです。人柄とか。まあこの通りです。飾らないし、初めて来とるお客さんにももう何年も来とるねみたいな言い方で、この人柄で多分来るんやと思います。また来ます。じゃあね。はーい。美味しかった。なんかサービス品みたいな感じでね、私も調子もんやけんね、嬉しいよね、みんな来てくれたらね。足が悪かってもね、1日5枚か10枚しか焼けんかってもね、一応は店をずっと開けときたいなと思うよ。卵、きれいな卵やろ。だったそうだわね、欧米でまたあそこのところのサービスエリアのところここまでこうやっていった方がおいしい家になって。鯛めしもこれ二升炊いた鯛めしなのからね。二升炊いたね。上がれうまい。せっかく来たけど。どっちまで上がれる。これあ、これが高い。安いけど。うどんも売りよったんよ。おでんもうどんもそばを人雇ったんよ。
ライトまであるよ。私のばあちゃんよりうまいんじゃない心を込めて作った料理、それがお客さんに喜んでいただける、満足してもらえる、お金払ってくださるのにありがとう言うてお礼を言うてくれるいうね、そこら辺のまあやりがい的な部分がありますね。串をまず今からこのだしとその海水の醤油をこの中に入れていくんで。だいぶもう寝かしてしょんでアクを取ってでこして冷やす。アクをちょっと取っていかないかんですよね。それ取るでしょ。でこれを押していくんですよまた。これで営業始まるぐらいまで冷やしていくんですよ。始められて何年ぐらい？ 26年。20歳の時からやけ、まあ46になったけど、はい。まあ鰹節は鹿児島の枕崎さんの本枯れ節ですね。まあカンカンと音がするぐらい乾燥させて何度もカビ付けをして最後に黄金カビいうのが出てくるんです。大体3回ぐらいカビ付けするんですかね。そうすることによって水分とか雑味とかをカビが吸い上げてくれるんですね。で凝縮した美味しい鰹節に仕上がる。値段ももちろん最高に高いんですけど、それがまあ最高のものと言われてます。もう雑味をカビが吸い上げてくれる利尻昆布、まあだし昆布で有名なんですけど、その中でもまあ最高じゃ言われてるかぶかさん、香りに深いと書いてかぶか、味も濃いですし、うまみが強いです。そう
100匹ちょっとね。成果と出ます。成果と出ます。ネギ少し、もう83よ。火がテキパキされてるから、元気すぎて。麺をきれいにちょっと形が異物になるんですけど、うまいのが先代の僕の、父親が創業して、僕が小学校3年ぐらいの時に父親が始めて、高校卒業してその後調理師の専門学校、東京のそこ出て3店舗ぐらい蕎麦屋修行に行ったんです。最初千葉の船橋の埼玉の所沢で長野の松本、その3店舗でちょっと修行してで帰ってきたから。お蕎麦屋さんを継ぐっていうのは結構決めてという。そうですね、もう勉強嫌いだったけんね大学行く頭もないし、親がそういう蕎麦屋しよったんで、で料理とかにも興味あったので、あと継ぎたいなと思って、親の手伝いをしたい気持ちが芽生えてきて。お蕎麦は大好きというか。好きです。もう毎日食べて。ここに来たら癒されるとかね、そういうお話は聞くし、あそこの3番の席が空いとったらもう喜んで行かれるお客さんも結構多いですね。あなたテニス大将。
そば粉がうち信州産なんですけど、八ヶ岳363のだいたい標高がね1200メートルぐらいから1600メートルぐらいの時で栽培してるんです。で高地栽培のええとこいうのは朝と昼と夜のこの寒暖の差、これが激しいんですよね。で朝と晩はぐっと気温が下がって日中はぐっと上がる、その寒暖の差によってそばの本来の甘みとか味、そういうもんが深まる言われてます。天ぷらそば普通のが一つと、一つと、はい、大が一つで。はい。はい。ちょっと。はい、テイスト。はい、で、
多いけんね大変です。若鶏そば。はい、若鶏そば大。ありがとうございました。あ、くるってきよった。あ、そうなん。じゃあいいや、ちょっと。こんな何人ぐらい。もうすぐ作ります。はい、8番。お寺で勉強会がありまして、それの帰りに有名なお店だと私でございます。
2枚、若鶏そば大、塩素。私は不安なの。かきたまませね。手が2本で足りん。あれがあった3つもあるんですよ。また次にある。ちょっと天つゆ沸いたよ。かきたま、ネギ抜き、生姜抜き。はい、かきたまそば。そうは。やばいました。第2かけ物はい。天盛りだよ。かけ物はい。はい。はい。まだカレーできてないんで、その前に。親丼10番。いただきます。あ、クッキーをここ巻いたけんね。よいしょ。袋の中に。はい、かけそう。はい。はい。狭いからね。大丈夫。はい、天素。はい。若鶏味が出ると人気あるとよう出るんです。若鶏そば。若鶏そば。はい、お肉そば。
和の味は残しつつ、そのつながり、喉越し、そういうのを求めたら、まあ今しかない。細いですね、細麺で。結構細め。大体20秒台ぐらいで。やっぱり蕎麦屋の昆布いうのは、醤油とかみりんとか砂糖だけじゃない、そのだしのうまみも加わるんで、まあ大体美味しい言われてますね。人気あります。そこに関わってもう、さあ、35年ぐらいになるんじゃないですかね。心を込めて作った料理、そばに限らずね、それがお客さんに喜んでいただける、満足してもらえる、まあそういうのがやっぱり嬉しいですね。声が聞けたりしてね、お金払ってくださるのにありがとう言うてお礼を言うてくれるいうね、そこら辺のまあやりがい的な部分がありますね。なりますもちろん。それがなかったら飲食業はやっぱりもうみんなあらんのじゃないですか。やっぱりそれがあるけんね、嬉しい。お蕎麦の味いかがですか。うまいからきよね。何ですか。88歳。違いました。ございます。でも今出しました。い
美味しいです。絶対美味しいです。ありがとうございました。そういう角度が多いけどね。短いですね。合いそうです。これもお願いできますか。はい。はい、入れてないんですね。門力シンクルな。
前の店から通算やったら45年かな。5番角5番角から大阪へ10年行ったけんね。私ら高校1年で辞めて入ったけんね。16ぐらいの時からやりよるけんね。この商売しだしてもう54、5年になるね。半世紀を超えたわ。小池さん今おいくつなんですか？73。みんなが見えん若い言うけど中身は73。ここまですると思わんかった。それしよるけんもうちょっと頑張らないかんねえのけど、おふくろがたまたま誰か募集しとるよってで連れて行ってくれたんよ。その回今の時代と違うてね、こんな言い方したらいかんけどもうゴミみたいな扱い。本当にね、まあ殴られはせんかったけどね、もう暴言ばあいやね。今やったら大ごとになるぐらい。一番やっぱ早く来て、一番遅い。一番遅く。それが当たり前やったんよ。で給料は8000円ぐらいしね。そう当時の。そう当時で。1ヶ月ですか？ 1ヶ月。1ヶ月。1日じゃないよ。1ヶ月8000円ですか？まあその回ご飯は食べさせてくれよったけんね。大阪の中華料理屋さんでも10年ぐらい。そうそう。まあ一箇所やないけどね、いろんなとこ何年かおきに行っていろんなの覚えてね、トッピングのニラからしとかね、あんなんはね、あれも結構評判がええけん無料でそこポッと置いとったらみんな入れよるけど、麺にも合うしご飯にも合うし。お店はどうして白龍って名前になったんですか？私が辰年なんで白と黒がどっちがいいからこう思って白がええわよ思って。
ラーメンセットの返金。Bセットの返金。ラーメン頼んだらいい。おでんいるか？いる。いるか？唐揚げ単品一つと、A セット一つ。でラーメンを一つ。はい。病気してね、退院してね、自分が食べたかったもの食べよう思って食べたかったこと行きよんよ。学生の時にね、これを食べよったけんね、あ、これも食ってないわ思ってね、今日食べに来たんよ。25年ぶりくらいかな。どうですか、久々の。うん、美味しい。25年経っても懐かしくてね、美味しい。ありがとうございました。お疲れ様でした。
トランプ大統領の発言の箇所、これがトランプ政権がいちいち驚いていられないと話しています。およそ 5.6 キロの区間が続いています。この流れの影響で1時間半ぐらいはい。真ん前に、はい、あそこやったんや。あそこからこっち変わる。ありがとう。ありがとうございます。じゃあ、すいません。月3、4回来るかな。A セット言うて、あ、これがセットですね。まあどれかあっても美味しいし、ボリュームもあるしね。
A セット1つと焼き飯1つ。卵蒸し。どうかも。これこれ。そうなの。
味しいのと、ちょっと量が多いのと、で安いですかね。今日頼まれたのはこれは牛焼肉丼っていう。いつもこれですね。いつもこれ。お腹いっぱいありました。ごちそうさまでした。お二人で来られるんですか？いや、2人で来るのは初めてです。近かったんで来ました。お店には何度かこう来られたことはあるんですか？自分は何回かあるんですけど、ばあちゃんも初めてです。初めて来られたんですか？向こうにお店があった時は何回も行ったんですけど、こっち変わってからは初めてです。あ、変わってから初めて頼まれたんですか？自分はスタミナラーメン頼みました。スタミナラーメンのお味はいかがですか？とても美味しいです。スタミナラーメンのセットと唐揚げのセットとよく出てましたね。いや、出ると中華定食とかね。まあおすすめ言えば全部やるよお昼はやっぱり切って揚げて炒めたり煮たりするのまあちょっとしんどいわよね。そんだけ手間がかかるけん。よそよりは早い思うよ。よそよりはよそが1やったら 0.5 ぐらいで出る思うよ。出すんが提供がね。それがやっぱ回転が上がったらね利益になるけんね。数売らない数売らない。A セットと A セット1つ。懐かしいね。今日は何を頼まれたんですか？ラーメン。一番シンプル。シンプルね。シンプルシンプル。でもラーメン評判よ。常連さんとか関係なしに感じを迎えてくれる。それはいいですね。ありがたいと思う。近いんですよ。鼻水が出る。あ、美味しかったわ。またこうね。また。これだったら家が近いけ。そうよ、そうよ。よいしょ。
最新7の地震が発生。もうちょっと後からでいい？どうしよう。